あなたの目が覚めた時、殺人鬼になっていたらどうしますか？遡ることおよそ34年ほど前の1987年5月、カナダ・トロント。早朝の静かな警察署に一人の男が駆け込んできました。警官はその姿を見て驚きます。なぜなら男は血まみれで震えていたから。大丈夫ですか？何があったんですか？すぐに男を保護し、話を聞くとさらに驚きの内容が。どうしよう、僕は今人を殺してきたかもしれません。男の証言通り調べると血まみれの男女を発見。もちろん男は逮捕。こうして事件はすぐに収束したかに見えました。しかしここから事件は思わぬ方向に。男は自分が何をしたのかまるで覚えていないと主張し始めたんです。なんと男は犯行時に寝ていたというんです。突如として謎の主張をする男。寝ている間に人を殺すことなど本当に可能なのか。彼が犯した罪に司法が下した判断は予想外のものでした。おそう最近寝具変えたらめちゃくちゃ寝起き最高。ケンちゃんです。眠れる森の女子、闇闇子です。本日はなんと寝ている間に人を殺してしまったというね、ちょっと意味わかんない人の話なんですよね。どういうこと寝てるのに動けんのみたいな感じなんですよ。本当に。早速ね、事件当時一体何が起こっていたのか見ていきたいと思います。夢じゃない悪夢。遡ること34年ほど前の1987年5月、カナダ・トロントが今回の事件の舞台。ある日の夜、当時23歳の男ケニス・パークスは自宅リビングのソファーでテレビを見ながら寝落ちしてしまうんです。そして真夜中になったところでケニスは突然起き上がります。すると家族に黙って家の外へ。おもむろに車に乗り込むとそのまま 23km 離れた隣町まで運転。到着したのは妻の実家でした。車から降りたケニスは合鍵を使って静かに家の中へと入ります。その手にタイヤレンチを握ってケニスが寝室に入ると驚く義父母の姿が。こんな時間にどうしたの？ケニスはこの問いには答えることはせず驚くべき行動をとるんです。なんと持っていたタイヤレンチで義父を殴打、さらには首を絞めて窒息させるんです。あまりに突然の出来事に驚愕する義母。ケニスはキッチンへ行くと包丁を手にして寝室に戻ります。そして義母をめった刺しにして殺害したんです。次に向かうは義妹の部屋。しかし部屋の前まで来たケニスは何もせずに引き返していきました。車に戻り義父母の家を後にした4時45分頃、冒頭の通りケニスは警察署へ向かったんです。いきなりさ、奥さんの両親殺すのも意味わかんないんだけど、自白ってどういうことなの？実際に自白とはちょっと違うんですよ。警官は血まみれの状態で震えているケニスを見て驚きます。何か非常事態があったのだとすぐに保護しました。そしてケニスの話を聞いてさらに驚くんです。どうしよう、僕は今人を殺してきたかもしれません。すぐに義父母の元へ駆けつけた警察はこの惨状を目の当たりにします。義母は出血多量ですでに死亡、義父は複数箇所を骨折の重傷。もちろんケニスはすぐに逮捕され事件は収束したかに思われました。しかし取り調べを始めると事件は思わぬ方向へ。なんとケニスが寝ていて何も覚えていないと主張するんです。そんなことがあるのか。もちろん警察は疑います。実はケニスは出頭した時手首の腱が切れるほどの傷を負っていました。にもかかわらず痛がる素振りを全く見せなかったんです。警察はこのケニスの状態を見て彼が薬物中毒になる鎮痛麻痺を起こしているのだと考えます。ケニスが薬物を大量摂取した状態で犯行に臨んだと予測したんです。何も覚えていないのも薬物中毒による意識混濁のせいだとすれば辻褄が合うんです。しかしケニスの素性を調べていくとある事実が浮かび上がってきたんです。寝てて覚えてないって、酔っ払ってとかよりも立ち悪いわよ。言い訳が過ぎるんじゃない？ちょっと酔っ払ってでもね、全部忘れますよね。そんな彼なんですけどね、実はね、ある問題を抱えていたんです。一体それは何なのか。悪夢の始まり。ケニスは1964年に誕生します。5歳で両親が離婚。その後、母親が再婚。しかし、再婚が原因なのか、両親との仲は良くありませんでした。この家庭環境のせいなのか、中学時代には万引きで補導されるなど、問題児になってしまうんです。そんなケニスが16歳の時、彼は折り合いが悪い両親の元を離れ、祖母と暮らし始めました。高校卒業後からは、就職、結婚と順調な時間を過ごします。振る舞いも真面目になり、真摯な人と評価されるほどに。さらに、子供にも恵まれ、順風満帆と思いきやケニスは人生の落とし穴にはまってしまうんです。それはギャンブル。もうやめろもう。事件のおよそ1年前、ケニス22歳の時でした。な
なんでさ、うんこういうの手出しちゃうわけよ。まあそうっすよね。ほんと人生のね、調子がいい時こそね、やっぱね、気をつけないといけないっすよね。ギャンブルにのめり込んだケニスはあっという間に金欠に。だろうな。どうしようもなくなり、なんと会社の金を横領する始末。しかし横領はあっさりバレて解雇されてしまうんです。バカ。子供が生まれたばかりなのに無職になったケニス。それでもギャンブル依存は治りません。さすがにこのままではいけないとギャンブル更生プログラムへの参加を決意。しかし収入がない生活の不安から不眠症ともう一つある症状を発症してしまうんです。それは無遊病。無遊病ってなんか、ん寝てる間に家の中徘徊しちゃってるやつでしょ。まあざっくり言うとそうなんですけど、まあというわけでね、本日のメトラキーワード、無遊病について説明したいと思います。無遊病とは睡眠障害の一つで正式名称は睡眠時有効症。症状としては脳が眠っている状態で体だけが起きて何らかの行動をしてまた就寝するというもの。怖っ。発症の原因としてはストレス、遺伝、薬の影響などが挙げられます。また睡眠機能が未熟な子供によく見られる障害なんです。実は幼少期、母親が夜にケニスの部屋に入るとケニスが寝たまま6階の窓から足を出していたことがありました。この時は症状が続くこともなく病院に行かなかったため無遊病の診断はありません。ですがケニスの血筋を調べると無遊病に悩まされている人が複数人いたことが判明しているんです。具体的に無遊病の人はどんな行動をするのでしょうか。よくある症例としては起き上がって辺りを見渡したり部屋の外に出る、トイレ以外の場所で用を足す、何か食べるなどの行動が挙げられるんです。共通する特徴は表情がうつろで声をかけても反応しないところ。脳は深く眠っているため声かけくらいでは起きません。寝ながらの行動なので起きている時に比べると動きに制限があるんです。しかしこの無遊病状態でケニスが犯したような殺人は可能なのか。実は無遊病患者による殺害事件はケニスが初めてではないんです。事例を見ていきましょう。1845年アメリカで初めての無遊病患者による殺人事件がありました。犯人は寝ながら妻の首を切り、さらに家に火をつけたんです。さらに1961年、こちらもアメリカ、一緒に寝ていた友人を寝ている間に殺害する事件が。どういうこと？しかし2つのケースはいずれも寝ていた家の中で発生したもの。ケニスのように車を運転して23キロも離れた場所で事件を起こすことなどあり得るんでしょうか。私は怪しいと思うけどね。なんか無遊病とか言ってさ、事件の時普通に起きてた可能性あるじゃないこれ。まあ確かにケニスの行動の中には、本当に寝ていたのか怪しいなっていう点がいくつもあったんです。睡眠の真偽。無遊病は脳が眠りながら体が起きている状態。脳の判断が必要な行動はできません。果たして 23km の運転は可能なのか。確かに無遊病で運転をする事例はあるにはあるんです。その場合は毎日通勤で運転しているなど運転が体に馴染んでいる必要があるんです。脳が指令を出さなくても体が覚えているので運転してしまうというんです。マジ？今回のケニスの場合、妻の実家への運転は2ヶ月ぶり。久しぶりの道なので考えなくても体が覚えているとは言い難いんです。さらに無遊病の専門家でも首をかしげたのは信号の問題。23km の道中には何度も交差点がありました。信号の色を認識しアクセルを踏むかどうかを決めるのは脳の判断が絶対に必要なんです。寝たまま信号の判断ができるとは考えにくいんです。赤信号を全て無視したという可能性も考えられます。しかしいくら真夜中とはいえ 23km の道中にある信号全てを無視して目的地にたどり着けるというのでしょうか。途中で事故を起こしたり警察の指導を受ける可能性が高いでしょう。そもそもさ、この23キロってどんぐらいの距離感かよくわかんないんだよね。具体的に言うとね、めちゃくちゃ長いんだけれども、東京から神奈川のね、川崎ぐらいのねが20キロ、そして車で運転すると約ね50分なんですよ。50分？それより長い。50分さ、夢うつつで運転できるものなの？無理でしょうね。とか思いつつも、実はできるんじゃないかという説もあるんです。もう一つ疑問なのが、犯行途中でケニスがなぜ目覚めなかったのかということ。一般的に無遊病状態の人を起こすのは難しいとされているんです。話しかけたぐらいでは目を覚ましません。ですが何をしても絶対に目覚めないというわけではないんです。先にお伝えしたんですが、ケニスは警察へ出頭した時、手首の腱を損傷していました。後から分かったことなんですが、この傷は義父母の抵抗を受けてできたもの。それほど激しい抵抗を受けたとあっては、いくら無遊病といえども激しい衝撃や痛みによって目は覚めるんです。
。なぜケニスは目覚めなかったのか、それとも最初から目覚めていたのか、これらの事実は裁判で公開されました。裁判員はもちろん寝ていたというケニスの主張に疑問を持ちます。だろうな。持病の無遊病を隠れみのに殺人を犯したのではないか。こうして裁判員が出した判断は無罪。なんとケニスは犯行時に無遊病を発症していたと認められたんです。いやおかしいでしょ、どう考えても。こんなにさ、寝てるのがおかしいっていう根拠が。逆に寝ていたんじゃないかっていうね、根拠を示すものもいくつかあってね、それもね、ご紹介していきたいと。無罪の根拠。ケニスの弁護人は最初から心神喪失による無罪を主張していました。眠りながら 23km を運転した理由をこう説明するんです。事件当日、義父母を訪ねる予定があったケニス。訪問の理由は仕事をなくしたことやギャンブル依存更生プログラムに参加することを報告するため、そして今後の生活について相談するためなんです。ケニスにとっては楽しい訪問ではありません。明日は義父母を訪ねるというストレスを抱えながら就寝したことが眠りながらも義父母の家へ向かう行動につながったんです。2ヶ月ぶりの道をなぜ眠りながら運転できたのかという指摘には、久しぶりではあったが慣れている道であると主張。なぜなら仕事を辞めるまでケニスは頻繁に義父母を訪ねていたから。次に激しい抵抗に遭いながらなぜ目が覚めなかったのかという問題。これには断続的に目が覚めていた可能性があると弁護人は主張するんです。無遊病患者を無理やり目覚めさせると混乱をきたすことがあります。その混乱によってケニスが暴力的になってしまったと考えたんです。無遊から起きたことによる混乱で殺人をしてしまったとしても、心神喪失による無罪を主張することができます。なんかこじつけ感が否めないのよね。まあ確かにね、これだけだったらね、その無罪っていう根拠には乏しいんですけど、警察もね、認めざるを得ないね、いくつかのポイントがあったんです。事件直後のシーンを思い出してください。血まみれで警察へ駆け込んだケニスは手の剣を負傷していました。しかし負傷を痛がる様子を見せなかったため、警察は薬物中毒を疑ったんです。薬物中毒ではないならケニスはなぜ痛みを感じなかったのか。それは無遊状態だったから。脳が寝ている状態だったため、無遊中の痛みを感知することができないんです。怪我をしても目覚めずにそのまま動き続けます。ケニスが警察に到着した時、手の負傷に気がついていなかったというのは無遊状態で傷を負ったという証明になるんです。さらに取り調べの内容もケニスの無罪を示していました。ケニスの取り調べをした検事の所見は、彼は嘘をついていないというものでした。特殊訓練を受けたわけでもない23歳のケニスが警察の取り調べを嘘で乗り切るのは簡単ではありません。起きていたのに寝ていたと言っているのなら、取り調べの中でボロが出るはず。しかしケニスの証言はどこにも矛盾がなかったんです。またケニスの妻は夫が義父母を殺す動機がないと主張。ケニスは仕事を失うまで頻繁に妻の家を訪れていました。それだけ義父母と仲が良かったんです。ギャンブルで借金を作った後も依存から抜け出そうとするケニスを義父母は応援していました。お金の援助も提案していた報道。そんな両親を殺すわけがないというのが妻の主張だったんです。奥さんはさ、被害者の遺族でも一番近い遺族でもあるんだから、めちゃくちゃ複雑な心境って思うけどね、私は。まあそうなんですよ。まあそこがポイントでですね、もうめちゃくちゃ辛い、一番辛いと言っても過言ではない、妻のね、その立場でそれでもこう無罪っていうところに根拠を周りが感じてたんですよね。そして最も説得力があったのが科学的根拠。逮捕の後ケニスは脳波検査を受けます。 EEG とも呼ばれるこの検査は頭に電極を装着し脳の電流を感知するもの。怖えなもう。感知された電流は波形として記録されるんです。多くは転換の診断や脳腫の判定に使われる検査なんですが、ケニスのケースでは睡眠中の脳波を測定するために行われました。頭に電極を装着したケニスは仰向けに横たわり、そのまま睡眠に入るんです。しばらくは正常な波形が示されていました。そしてノンレム睡眠状態になり少しした頃、描き出された波形を見た専門家は驚きます。これは異常な脳波だ。この結果を受け、今回の殺人事件は無遊状態でもあり得ると専門家は判断したんです。さすがに脳波の偽装はできません。この検査報告を踏まえ、裁判員は無罪の判決をしたんです。なるほど。まあそういうことならわかるかもしれないけど、まあね、実際こうやって示されてもね、その我々の感覚からすると本当にそんなことができるのかっていうね、疑念は消えないんですけれども、もしこれが本当だとしたらね、非常に悲しい事件ですよね。自分が意図せずに寝ている間にその家族含めてね、その周りの人を殺してしまうっていうね、こんな恐ろしいこと自分の身に起こったらもう立ち直れないですよね。
無遊病による心神喪失と判断され無罪となったケニス。今回のケースはケニスに殺意がなかったこと、そして再犯はありえないだろうと判断されて無罪になりました。無遊状態での犯行すべてに無罪が適用されるわけではありません。とはいえ謎が少し残るこの事件。わざわざタイヤレンチを持って車を降りたのはなぜか。他人の家のキッチンで包丁を探すのは寝ながらでもできるのかなど。確かにケニスは無遊状態で義父母の家を訪れたのでしょう。しかし部分的には覚醒していたのではという見方もあるんです。本当にケニスに殺意はなかったのか。メトラの皆さんはどう思いますか？